まもなく1800時です。ジュニエブルからの通信が来る時間だ。いよいよね。どんな条件を突きつけてくるか。艦長、夏目工場をこの場所に置いていてよろしいのですか？ええ、工女からの正式な要求として受理しました。問題ありません。安心せえ。わらわは騒いだりはせぬ。それに、ジュニエブルはわらわの補佐役じゃ。わらわの姿を見れば、矛を収めよう。来ました。ごきげんよう、ルクシオールの諸君。お初にお目にかかります。ハチェット公ジュニエブルです。この男がジュニエブル、夏目の摂政だっていう。はじめまして、ルクシオール艦長のココナッツミルクです。おお、ルクシオールの艦長殿がかくも美しい女性とは。ハチェット公、社交辞令は結構です。真の強さも終わりだ。この手で折るのはいささか忍びない。しかしあなたは先の2人を敗北させた手腕の持ち主。手加減するわけにはいきませんね。はい、私も手を抜くつもりはありません。しかし公爵、私たちはそもそも戦う必要があるのでしょうか？あなた方アームズアライアンスが戦いを続ける理由が私たちには分かりません。カジェル公はノイエの名手であることを示すためと言っていましたが、 UPW における地位を求めるならもっと他に方法があったはずです。惑星を盾にとって戦いを強要するなど、並行宇宙間の条約においても決して許されない。アームズアライアンスの未来のためにも愚かな戦争はここで終えるべきでしょう。そうじゃジュニエブルよ。ケイラは何をやっておるのじゃ。おお、これは夏目様、ご無事でしたか？安心せい。わらわは丁重な扱いを受けておる。それよりこれはどうしたことなのじゃ。どうしたこととおっしゃられますと？わらわたちはセルダール王国の悪性を懲らしめ、民に平和をもたらすべく立ったはずじゃ。にもかかわらずケイラは連合を制圧しながらその民を人質として余計な戦を仕掛けておる。それもわらわが乗るルクシオールにじゃ。ジュニエブルよ、摂政であるケイはわらわが赤子の頃からの後継役であった。故にわらわはこれが何かの間違いであると信じておる。カルバデュスたちの暴走だとケイがわらわの弓を引くわけがない。そうであろうジュニエブル。今なら寛大な処遇をもって答えよう。兵を引き和平の道を探るのじゃ。夏目様、夏目様、あなた様のお言葉、深くこの身に響きましてございます。では、そして理解いたしました。夏目様、あなた様がとことん乳くせえガキだってことがな。なんじゃ今、なんと申したジュニエブル。自分の立場が分かってない。だからガキは困るって言ったのさ。寛大な処置を持って迎える和平を探れ。君何様のつもり？赤ん坊の頃から飲み込みが悪いと思ってたけど、頭足りないんじゃない？何を申しておるのじゃ、ケイ。何その顔、狐につままれたって感じ？しょうがないな。じゃあ元後見人として君にも分かりやすく教えてあげるよ、夏目。結論から言っちゃうとね、君はもうアライアンスにおいて公女じゃなくなるんだ。なんじゃと？公女でもない人間が僕らに寛大な処置をくれるのはおかしいよね。どういうことですか、ハチェット公？どういうこと？
なんで？どうして？つまりね、夏目公女は先の戦いにおいて敵に捕まり哀れ捕虜となった。ここまでは周知の事実だが、新事実が発覚する。公女はルクシオールで厚遇され、祖国を裏切り懐柔されてしまった。僕はこの悲しいニュースをこれから星に持って帰らなきゃならない。ほんと嫌な役だよね。さあ、その結果国民は皆夏目を恨み、公女の資格なしという世論が支配する。国民に見放された王はもはや王じゃない。だから彼女は公女としての資格を失う。要はそういうことですよ、美しい艦長殿。ジュニエブル、そなた。はい？なーにその目。僕がデタラメを言ってるとでも？やだなそれ、言いがかりだよ。だって僕たちの知ってる公女様は敵の領袖となってまで生き恥をさらすようなそんな姫じゃなかったはずだよ。それとも僕が育て方を間違えたのかな。なんだこいつ。不審な点は他にもあるよ。君は今敵の船の中枢であるブリッジに当たり前のように立っているけど、普通敵の捕虜をそんなとこに立たせたりはしないよね。君本当に捕虜なの？ああ、そういえばベネディクタインも言ってたな。トラップに対するルクシオールの対応、普通じゃ考えられないくらい早かったって。まるで誰かが助言してたみたいだって。ねえ夏目、君心当たりない？ジュニエブル。気安く呼ぶなよ小娘。まだわからない？僕らはもうお前の指図を受ける義理なんかかけらもないんだよ、バーカ。ひどい。なんてやつだ。取り消せ、今の言葉。夏目に謝れ。和也。落ち着きなさい少尉。向こうは挑発をしている。でもこれじゃあんまり。和也くん、あとは任せて。はい。ハチェット公、あなたの夏目公女に対する意思は理解いたしました。しかしそのことと和平に対する回答とは別の話です。我々は無用な争いは望んでいません。あなた方とてそうではないのですか？無用な争い？ナンセンス。無用じゃないからやってるんですよ。幻滅だな。せっかく美人だっていうのに、あまり的外れなことは言わないでくださいよ。貴様。中佐、落ち着きなさい。相手の挑発に乗ってはダメ。はい。ルクシオールは少々規律が緩いみたいだね。ナッツミルク艦長殿。これがいいのよ、ジュニエブル公爵殿。姑息な反逆者にはわからないでしょうけどね。そちらの目的とやらはよくわかりませんけど、残念ながらあなたも前の2人と同様ルクシオールを鎮めようとしている。一応は公正な戦という形をとって、そういうことかしら。理解してもらえたようだね。ああ、よかったよかった。それじゃ挨拶はこれで十分。日時と条件はデータで送ったよ。艦長。決戦はマジーク中域。やはり随行艦はなし。ルクシオールとエンジェル隊のみで指定中域までやってくること、確かに公正ですこと。余裕ある日程で最後の旅を楽しめるよう計らっておきましたよ。ご親切痛み入るわ。ねえ夏目、君も死にたくなければさっさと船を降りた方がいいよ。ま、そこが居心地いいって言うなら強いて止めはしないけどね。ごきげんよう。思った通り話し合いは通じなかったわね。今度の戦いはきっと今までで一番厳しい戦いになるでしょう。和也くん、よろしく頼むわよ。はい。あいつ絶対許せません。エンジェル隊には休憩してるように伝えておいてちょうだい。
本艦はピコの軌道上で補給を受けた後、マジークへ向けて出発します。わかりました。夏目。夏目さん、なんじゃ艦長殿。残念だけどジュニエブルは本気だわ。だからあなたはこのままピコに降りた方がいいでしょう。私たちは負けるつもりじゃないけど、あなたをわざわざ危険な場所に同行させる必要もないと思っているの。それがいいと思うよ、夏目。君が危ない目に遭うことはない。すでにピコの政府とは話をつけてきたわ。あなたはすぐにでも亡命することが可能よ。嫌じゃ。どうしてさ。ナッツミルク艦長、わらわの願いを聞いてほしい。この夏目いざよい、これまで他人に頭を下げたことは一度としてない。じゃが今は下げる。この通りじゃ。わらわをこのままここに置いてくれ。夏目、でもそれじゃあ。頼む。誰に何と言われようとも、わらわはアライアンスが公女夏目いざよい。公女としてわらわはこの戦いの行く末を見届けたい。いや、見届けねばならん。それにわらわはそちたちの勝利を願っておる。この気持ちは疑いようがない。だからこのままルクシオールに乗り、そちらと共に生きたいのだ。わがままであることは承知の上じゃ。どうかこのままわらわを置いていてくれ。夏目。わかりました。あなたがそう望むなら連れて行きましょう。本当か。艦長。あなたには覚悟がある。だったらそれに応えるのも艦長の務めです。なんということだ。大変な時に大変なものを背負い込んで、全く人間というものは。だがそれでこその人間。カーチューサは反対かしら。いえ、艦長の判断に従います。ありがとう。感謝するぞ艦長殿。よかったね、夏目。ジュニエブルにはもう一度会って言うてやらねばならん。バーカとな。果てしない物語の時計が太陽に溶かされて皆を刻み出した。月と星屑との狭間で
次の戦いは魔法惑星マジークか。そういえばアジートもピコも動力を無効化されて占領されたって言ってたけど、マジークの場合はどうなんだろう。あそこは動力のほとんどが魔法だから同じように無効化されたとも思えないけど、でもだったらアライアンスはどうやって占領？さてと、ミモ準備いい？バッチリですに。あれ、この声はテキーラ、トレーニングルームの方だな。何やってるんだろう。じゃあ行くわよ。ミモしっかりタイミングを覚えとくのよ。お任せあれですに。ビシッと正確にカルア様に伝えるですに。風船を並べてる？わっしースタート。大輝、しばしその断りを曲げ地の力を宿せ。やっほったはっ。これは魔法のトレーニングなのか。さすがテキーラ様、見事ですに。まあ私ができないと話にならないからね。タイミング大丈夫よね？バッチシ覚えたですに。パーフェクトですに。それじゃああの子に代わるから風船の再セットに頼むわよ。了解ですに。ミモレットちゃん、本当にやるんですの？私自信ありませんわ。そうやって逃げていてはダメですに。いいですに。タイミングを伝えるですに。ふんやほう、この感覚ですに。ほう、こうかしら。そんな感じですに。最後はほうたはあ。わかりましたわ。それでは参りましょう。大気よ、しばしその断りを曲げ地の力を宿せ。やあ、やっぱりうまくいきませんわ。ちょっとタイミングがずれてるですに。最後は一気にほったはですに。うまくいかないみたいだな。やあカルーア、頑張ってるね。魔法の練習でしょ。あら、和也さん、見られてしまいましたわ。覗き見ですかに。そんな人聞きの悪い。いいや、今ので魔法の練習だとわかるのはテキーラ様の時から見ていたからですに。そうだとしても全然構いませんわ。ただ失敗したのがお恥ずかしいのですけど。そのちょっと考え事をしてて気がついたらテキーラが練習を始めてたんだ。で思わず見入っちゃった。ごめんねカルーア。いいですわよ。見られたからといって動揺するようではまだまだですもの。それにしてもうまくいきませんわ。ミモレットちゃん、今日はもうやめにしません。きっと私にはあの人のような魔力がないんですわ。いや、そんなことはないんじゃない？だってカルーア前に結界魔法で僕たちを助けてくれたじゃない。そうですに。カルーア様だってちゃんと魔法を使えるはずですに。そんなに難しいはずはないですに。何をためらっているですに。どうしてでしょう。実はなんとなく魔法を使うのが怖くって。怖い？魔法を使うと何かまずいことでも？それが自分でもよくわからないんです。そんなのはただの気の迷いですに。テキーラ様を喜ばせるためにももうちょっと頑張るですに。それじゃあもう一度テキーラ様にお手本を見せてもらうですに。タイミングを今一度正確に捉えるですに。ボンボンいくですに。
おかしいわね。あの子どうしてこんなに魔法を使うことを怖がってるのかしら。テキーラにもわからないの？あの子自身にわからないんじゃ私にもわからないわ。ただなんとなく魔法を使うことを恐れている、そんな感じね。どうしてだろう。トラウマの件はもう解決したはずだし。トラウマの件？白波。あ、いやごめんミモレット、なんでもないよ。怪しいですね。とにかくそういうことならこれ以上訓練しても無駄じゃない？そうね、あの子にその気がないと分かった以上これ以上の特訓は無意味だわ。やめるですね。本当はあの子にもちゃんと魔法を使えるようになってほしいんだけど、こういうのって無理強いしたところで上手くなるものじゃないのよね。そうですかね。しょうがないよ。やっほったはあ、今のは魔法か。マジョラム、そっちが使ったのか？まあそうだけど。わらわはこんな間近で魔法を見たのは初めてじゃ。いや、遠目にも見たことはなかった。これはすごい驚きじゃ。あら、そう？こんな呪文で喜んでもらえるなんて。アライアンスに魔法使いはいなかったの？当然じゃ。もともとアライアンスとははるか昔、邪悪な魔法使いどもが支配していた星に我がイザヨイ家のご先祖が乗り込んで征伐したのが起こりなのじゃ。それゆえアライアンス土着の魔法は危険な力として全て禁じられ、魔法使いを名乗る者も皆消えた。それが何百年も前の話じゃ。あら、随分と徹底してるのね。非道な連中じゃったというからの。アライアンスでは今でも魔法は忌まわしき禁忌の力としてご法度になっておる。じゃあ私もアライアンスに行ったら粛清されちゃうわけね。じゃろうな。ところでマジョラムよ、そっちは魔女としては強い方なのか？当然、私を誰だと思ってるの？カルーアとテキーラはノイエに12人しかいない公認永久魔女の一人なんだ。ほほう、よくわからんが、それは強そうじゃの。多分ルキシオールに乗ってる人の中じゃテキーラが一番強いんじゃないかな。褒められて悪い気はしないんだけど、そうとは限らないのよね。特に本気でやり合うってことになったら。ほら、あそこからイザヨイを見張ってるあの子。うわっ、リリーさん、気配がしなかった。相変わらず夏目の護衛続けてるんだな。シャーベットがどうかしたのか？シャーベットにだけは私はきっとかなわないわ。なんじゃと？それはまことか？ええ、歴史的に見てもかなわないことは実証されてるの。歴史的に？戦ったことでもあるの？あら白波、勉強不足ね。歴史苦手だったでしょ。あ、はい、苦手でした。で、どんな戦いだったの？教えてよ。尺な話だから私は説明しないわ。知りたいのに。さてなんだか人も増えてきちゃったし、一旦研究室に戻って理論の方から攻めてみようかしら。しょうがないですね。じゃあ撤収ですね。白波、お先に失礼。ああ、お疲れ。シャーベットが魔女よりも、なぜじゃろう。それにしてもどうしてカルーアは未だに魔法を使いたがらないんだろう。こういう時は
一応モルデン先生に相談してみようかな。白波です。失礼します。どうぞ。どうかしましたか？今日は僕のことじゃなくてカルーアのことで相談に来たんです。マジョラムさんの？ええ、実は。なるほど。テキーラさんはカルーアさんにも一人前の魔女になってほしいと思っている。しかし当のカルーアさんが魔法を使いたがらず、その理由がわからないと。はい、テキーラが言うにはカルーア自身にもちゃんとした理由はわからないみたいなんです。ただ魔法を使うことが漠然と怖いみたいで。先生、こういう時どうしたらいいんでしょう？白波くん、もしかしたらこれは思ったより重大な問題かもしれませんよ。え？極端な話、テキーラさんの存在そのものに関わる問題かもしれません。どういうことですか？ご説明しますから落ち着いて聞いてください。白波くん、そもそもあなたはマジョラムさんの人格が2人に分かれた経緯をご存知ですか？人格が分かれた経緯？そういえば知らないです。そうですか。カルーアさんがエンジェル隊に入隊された際、私は軍医として彼女の履歴を受け取っています。本来でしたらプライバシーにあたることはお話ししてはいけないのですが、ことが重大かもしれませんので、隊長のあなたには特別にお聞かせしておきましょう。くれぐれも内密に願いますよ。はい。マジョラムさんは6歳の時にマジークの魔法アカデミーに入学。幼いながら大変優秀な成績を収め、入学当初から将来を有望視されていたそうです。ご両親からの期待も相当なものだったとか。しかし8歳の時、なぜかぱったりと魔法が使えなくなってしまったんだそうです。なぜそうなってしまったのか理由まではわからないのですが、カルーアさんにとって何がしか精神的な事件があったと予想されます。そこはわかる。友達を火事から助けてその子に気味悪がられるようになったからだ。その後魔法が使えなくなった彼女はみるみるうちにアカデミーでの成績を落とし、ついには退学の可能性すら出てきたのです。魔法が使えないという事実、そして両親をはじめとした周囲の期待に対する裏切り、思い悩んだ末に彼女が取った方法、それがテキーラさんという新たな人格を生み出し、彼女に魔法を使わせることだったのです。そうだったんだ。でもということはカルーアは少なくとも昔はちゃんと魔法を使えていたんですね。ええ、それは確からしいですよ。ですからその精神的な障害さえ取り除ければ、カルーアさんも再び魔法が使えるように。どうしました？その精神的な障害ならもう解決してる。やっぱりモルデン先生に相談してもわからないか。いえ、何でもないです。ありがとうございました。話はこれからですよ、白波くん。これから言うことを理解していただくためにわざわざこんな話をしたのです。はあ、そうですか。で、その話とは？今申し上げました通り、テキーラさんという人格は魔法が使えないカルーアさんに代わるために生み出された存在です。ですからもしカルーアさんが元のように魔法を使えるようになった場合、理論的に考えてテキーラさんはもういらないということになります。最悪の場合、役割を終えた人格そのものが消滅してしまう可能性すら。ちょっと待ってください。テキーラが消えちゃうって言うんですか？可能性の話です。しかしカルーアさんに魔法を使わせるということは、そういった危険に触れるということを十分に考えておかねばなりません。話はこれだけです。白波くん、あなたがテキーラさんをカルーアさん同様大切な隊員と思うのなら、
カルーアさんに魔法を無理強いすることはやめておいた方が無難だと思いますよ。はい、わかりました。モルデン先生、ありがとうございます。テキーラがいなくなるだって、そんなこと全然想像できない。いや、想像したくもない。ひょっとしたらカルーアもそれを本能的に感じ取っているのかもしれない。それでなんとなく魔法を使うのが怖いのかも。とにかくカルーアを探しつつ館内を回ろう。カルーアはもう行ってっかな。はず、あんな手紙出すんじゃなかったぜ。失礼します。和也くん、ちょうどよかったわ。少し話を聞いていってもらえるかしら。まあ愉快な話じゃないんだけど。はい、何でしょう。白波少尉、あなたは先のジュニエブルをどう思いましたか？どうってひどいやつだと思いました。あれじゃ夏目がかわいそうです。そうね、あんな男に騙されてたんじゃ夏目さんの気持ちも察してあまりあるわ。ですが公女にあれだけの態度を取ったということは、公爵は目的のためには手段を選ばない、そういうスタンスにあると考えられます。はい。しかしそれならば少し妙だと思いませんか？妙？入手経路こそわからないけど、アライアンスには強力な未知の兵器があるわ。ピコ、アジート、これらの星の動力を一瞬にして封じ込めるほどのテクノロジー。なぜそれを私たちに使わないのかしら。それは確かに変ですよね。考えてみれば当たり前の疑問だ。ええ、これについて先ほどから館長と話していたのです。今のところ館長と私とで考えた結論は一つ。彼らは使わないのではなく使えないのではないかということです。使えない？それはどうしてですか？あくまでも推測だけど、そういうルールがあるんじゃないかしら。ルール？アライアンスの立場から考えた時にあまりにも不可解な要素が多すぎるのです。なぜ彼らはルクシオールとエンジェル隊にそこまでこだわるのか。逆に我々を倒したいのであれば、なぜ3個力を合わせて襲ってこないのか。なぜ我々に補給の許可を出すのか。なぜ毎回わざわざ同じような条件にして戦う必要があるのか。これらを合理的に説明することはできないわ。だから私はひょっとしたらあちら側でそういうルールを定めていて、その条件下で誰が私たちを倒すか競争しているんじゃないか、そんな気がするのよ。でも彼らにとってそれが何になるっていうんですか？それはわからないけど、例えばルクシオールとエンジェル隊を破った者に新国家でより高い地位を与えるとかね。とはいえこの説でも説明しきれない穴があるのです。ジュニエブルは夏目公女の後見人にして最小、もともとアライアンスの実質的な最高権力者です。ですから仮にそういう競争をしていたとしても、誰がそれに対して恩賞を与えるかといえば、それはジュニエブルのはずです。確かにそうですね。ところがどうやらジュニエブルは自分もこのルールにのっとって戦うつもりらしい。その意図が分かりません。ねえ、まるでゲームのプレイヤーが
自分で審判も務めるようなもの。でもプレイヤーと審判が一緒だとしたら、反則を取るも取らないも本人次第ということね。和也くん、もしかしたら今度の戦い、向こうからルールを破ってくるかもしれないわ。わかりました。絶対に油断しません。ええ、私たちも気をつけるわ。ハチェットコ・ジュニエブル、一体何を企んでいるんだ。さてと、見回りはこのくらいにして休んでおこうかな。いや、やっぱりもう少し館内を回っておこう。姫、お水にございます。そんなものはいらぬ。あ、夏目も一緒だったのか。恐れながら喉がお詰まりに見受けられましたゆえ。黙れ。元はといえば、そちがこんなところにまでついて回るからじゃ。終始監視されておるようで息苦しい。喉も詰まって当然というものじゃ。ですが、私の任務は姫の護衛です。食事くらい別々でもよかろうが、気色悪い。しかし毒味をいたしませんと。わらわは毒味役など用いぬ。非人道的ではないか。見くびるでないぞ。失礼しました。失言であります。だいたいこんなところで毒を盛る者がおるとでも言うのか。なんと料理に毒ですと。めっそうもございません。この私の目の黒いうちはそのような不祥事断じて許すことはありません。そちは何者じゃ。この食堂のシェフにございます。先ほどもこちらの料理をお持ちしたのですが。そうであったかの。全く覚えておらんかった。がーんにございます。何、気を悪くするな。料理はいつもうまいと思っておるからの。はあ、ありがたき幸せ、感類の極みにございますです。苦しゅうない。シャーベット、このような心根の者がよもや毒など盛るまい。念には念でございます。油断してはなりませぬ。ガハー、俺のことをそんな目で。まったく堅苦しいな。身の危険ならわらわが気をつけておる。そうだ、そこなシェフ。はいなんでございましょう姫。返事は一度だけにするがいい。はい。そちに聞きたいことがある。なんでございましょう。そちはこの船の食事を任されておるのだな。ならば乗組員についてもよく知っておろう。それはもちろん。好みや体調、疲れ具合などを把握しておくことが喜んでもらえるコツですから。特にこの船の女の子たちのことだったらバッチリっすよ。そんなものはいらぬ。わらわが聞きたいのは数や白波のことじゃ。僕？はあ？和也？なんで姫まであいつのことを。なんじゃ、何か問題でもあるのか。いえ、そんなことはありませんが。なんであいつばっかり。それならば私がお答えしましょうか。よい。わらわはもっと客観的な意見が聞きたい。率直に聞くが、そちの目から見て
和也とはどのような性格の人物じゃ？和也の性格ですか。まあ見た目通り地味なやつですよ。長い付き合いですが、人を騙すより自分が騙されるタイプですね。やはりそうか。あいつに何かされたんですか。だったら俺がコテンパンにのしてやりますよ。いや、そうではない。大義であった。もう良いぞ。もう良いって。下がれと言うておる。そんな、もう少しお話ししましょうよ。ね、せめてデザートが焼き上がるまで。シャーベット。はい。悪いが下がってもらおう。うわー、そんなちょっと嬉しいよな。でも危ないからやめて。ちくしょう、俺だって誰かいるのか。目が合っちゃった。何も言わないで。シャーベット、そこに誰かおるのか？いえ、気のせいでございました。よかった。この隙に早く別の場所に行こう。さすがにあの場に出ていくのはちょっとな。ランティのやつ本気で僕に毒盛ったりしないだろうな。だからさ、ちょっとだけでいいから教えてくれよな。でもそういったことでしたら私よりもふさわしい方がいるんじゃないでしょうか。そうか？俺はお前が一番だと思うんだけどな。ナノはお子様だろ。リリーもちょっと違うと思うんだよな。それでしたらリコちゃんに聞いてみてはいかがですか？それも考えてみたんだけどよ。ほら、あいつって男が苦手だろ。だから俺が聞きたいことはあいつにも分かんねえと思うんだよな。それはそうかもしれませんわね。だから教えてくれよ。こんなことおめえにしか聞けねえんだ。困りました。私にはとても教えるだなんて。なんか困ってるみたいだけど、どうかしたの？うわっ！なんでおめえがここにいんだよ。あら、和也さん、ちょうどいいところに来てくださいましたわ。全然よくねえ。おめえは関係ねえから口出ししねえでくれ。あら、でも先ほどアニスさんは。うっせ、それ以上言うんじゃねえ。関係ないって言われると余計気になるな。やかましい、黙ってろ。せっかくですから和也さんにもお聞きしませんか？バカ、やめろ。アニスさんはやめ女性らしくなる方法をお知りになりたいそうなんです。女らしく？くしょー、言うなって言ったのに。いいんじゃないのアニス。別に悪いことじゃないし。私もそう思いますわ。その方法を教えるというのは私には難しいのですけれど。でもよ、俺はカルーバがルクシオールじゃ一番女らしいって思ってんだぜ。カズヤだってそう思うだろ。そうかな。ほらな、俺の目に狂いはねえ。
あらあら、それは困りましたわ。どうしましょう。そういう物静かで奥ゆかしいところとか女の子らしいんじゃないかな。そんな恥ずかしいですわ。物静かで奥ゆかしいか。なるほどね。でもアニス、どうして急にそんなことを言い出したの？いいだろう、そんなこと。きっとアニスさんは殿方の目を気になさっているのですわ。カルーは何言ってやがる。殿方の目？ですわ。女の子が自分からおしとやかになろうでないか、それ以外の理由は考えられませんもの。ちげえよ、そんなことあるわけないだろ。んなことは絶対にねえ。ただ俺自身あまりに女らしさとは無縁に育ってきちまったからよ。なんかそういうのもちょっとぐらいは知っといた方がいいかもなっていうか。で、別に男の目がどうとかってのに興味があるわけじゃないからな。はあ、そうじゃねえけど、みんな口を開けばやれ親分だやれ野蛮人など言いやがるから、なんかちょっと悔しいじゃねえか。そんで試しに少しだけ挑戦してみようって、ただそう思っただけなんだからな。分かったよ。そんな力いっぱい言わなくても。俺は誤解されるのが嫌だったんだよ。本当にそれだけなんだぜ。あらまあ、アニスさん、お顔が真っ赤ですわ。うるせえな。だからおめえを頼ってんじゃねえか。女らしくなるなんか手っ取り早い方法はねえのかよ。手っ取り早くですか。そうですわ。ティーラウンジでケーキを食べてみたらいかがでしょう。ケーキ？そんなことはもうお前らとやってんじゃねえか。ただ食べるのではなく、女の子らしくおしとやかに食べるのです。なるほど。とりあえず形から入ってみるってやつだね。それで女らしくなれんのか。女の子にとってケーキは基本中の基本ですわ。お、そうなのか。よし、わかった。それじゃあ早速やってみるぜ。ありがとうよカルー。じゃあな。はい、頑張ってくださいね。もう行っちゃった。気が早いな。でもケーキを食べたからって女の子らしくなるとは限らないと思うんだけど。あら、そんなことありませんわ。ケーキを食べるととっても優しい気持ちになれますもの。まあケーキが大好きってのは女の子っぽいと言えないこともないか。大丈夫ですわ。ケーキが嫌いな女の子なんていませんもの。そうは言い切れないと思うけど。これでアニスさんもエデンメイク普及委員会に入ってくだされば。何か言った？いいえ。そう、アニス本当に大丈夫かな。誰なのだ。なの僕だよ。和也なのだ。ちょっと寄ってみただけなんだけど、忙しい？大丈夫なのだ。和也、早く中に入るのだ。引っ張らないで。なんだい急に引っ張ったりして。外で話してたら他の人に見つかっちゃうのだ。見つかるって何が？なのはさっきコンビニで貴重なものを手に入れてきたのだ。こっちに来るのだ。和也には特別に見せてあげるのだ。
デリシャスバー？期間限定新作詰め合わせセットなのだ。とっても貴重なのだ。へえ、限定品か。なんかワクワクするな。早速開けてみるのだ。これはフカヒレ味？ああ、これ気になってたんだよ。他にもたくさん、バナナミルク味に粒マスタード味、もずく酢味まで。それはこの限定パックだけでしか食べられない超レアものなのだ。ずーっと欲しかったのがピコでの補給でやっと入荷したのだ。待ってたのだ。他の人に見つかっちゃうって、もしかしてこれのこと？もちろんそうなのだ。ここにあると分かったらみんな押し寄せてくるに決まってるのだ。それはないと思うけど。でも分かる人だけに分かればいい。これは確かにお宝だ。カズヤにだったら特別にちょっとだけ分けてあげてもいいのだ。本当？それは嬉しいな。ちょっとだけなのだ。カズヤはどれが食べたいのだ？早くするのだ。ごめん。それじゃあこれフカヒレ味。それはスペシャルフィーチャーなのだ。それはやめといて。それじゃあ粒マスタード味がいいかな。と思ったけど、味噌田楽味でもいいかな。どれも貴重な一品物なのだ。ごめん。ナノナノが食べたいんだったら遠慮しとくよ。いいのだ。カズヤにあげるって言ったのだ。カズヤにも食べてもらうのだ。ナノナノの気持ちなのだ。そんなに気にしなくてもいいのに。それじゃあ味噌田楽味はあんまり好きじゃないような気がするかもしれないのだ。ありがとうナノナノ。それじゃあその味噌田楽味をもらうね。じゃあナノナノはバナナミルク味を食べるのだ。早速一緒に食べるのだ。どうしたのナノナノ？なんでもないのだ。もしかして味噌田楽味も食べたい？やっぱり返そうか。そうじゃないのだ。ちょっと美味しそうだなって思っただけなのだ。やっぱり食べたいんじゃない？言ってくれればいいのに。いいのだ。それはカズヤにあげたのだ。でもそんな風に見つめられてたら食べられないよ。いいから食べて。カズヤがそう言うなら代わりのデリシャスバーを選ぶのだ。いいって。やっぱりやめとくよ。本当にいいのだ。カズヤもデリシャスバー好きなのだ。その代わり次の限定セットが出るときは僕も買うからね。わかったのだ。それじゃあどっちが買えるか競争なのだ。わーいなのだ。それじゃあ僕はこれでゆっくり食べてね。ありがとうなのだ。カズヤ大好きなのだ。食べてみたかったけどしょうがないよね。食べたかったな。味噌田楽味、フカヒレ味。できましたロゼルさん。やっぱり教えてくださった通りです。それはよかった。君の飲み込みがいいからだよリコ。おやカズヤ。やあロゼル。こんにちはカズヤさん。こんにちはリコ。ロゼルに教えてもらってたの？はい、
私だけではどうしてもわからないところがあって。何度でも聞いてくれよ。僕は構わないから。ありがとうございます。それでは私はこれで失礼しますね。お疲れ様リコ。はい、和也さんもお疲れ様です。それでは。君も僕に何か用かい？ああ、シミュレーターを使いに来たのか。僕は終わったから今開けるよ。いや、そうじゃなくてお礼を言っておきたくて。お礼？リコの力になってくれてありがとう。僕にはできないことだし助かってるよ。ああ、そういうことか。大したことじゃないよ。リコに教えるのは僕だって楽しいし、彼女は頭がいいからね。僕が教えられることってケーキ作りくらいしかないしな。君は隊長として指揮する。僕はこういった面でサポートする。別にいいんじゃないか。お互いに分担できてるってことで。そうだね、本当にありがとう。どういたしまして。それじゃ。そう、君は本当にすごいやつだ。だけどだからこそ僕も負けたくない。もっともっと頑張らなくちゃ。次はどこを回ろうかな。ブリッジよりエンジェル隊。至急ブリーフィングルームへ集合してください。繰り返します。エンジェル隊はブリーフィングルームへ集合してください。なんだろう、とにかく急ごう。もうマジークは目の前だけど、みんなを招集したのは知恵を貸してほしいからなの。知恵というと？ちょっとね、手詰まりというか、マジークでの戦いについてカーチューサといろいろ検討したんだけど、今までのような奇策は使えそうにないという結論しか出なかったの。はい、作戦立案で値を上げるなど本来あってはならないことなのですが。何の作戦も浮かばないということですか？そうなのよ。困ったことに指定された日時の当該中域には奇襲に適した遮蔽物が何も存在しないの。隠れて接近することもできなければ伏兵を配置できる資格もない。いわば広大な平原のような中域を指定されちゃったわけなの。もちろん先に敗れた二公爵たちのデータを吟味した上の選定なんでしょうけどね。抜け目ない男ね。出発をせかさなかったのは自分の準備を進めるためってこと？ええ、この中域で艦隊を展開されたら隙を見つけるのは難しいでしょうね。だからみんなに私たちが見落としていることがあれば指摘してほしいの。勝率を少しでも上げるために。あのさ、質問いいかしら？もちろんよ、テキーラさん。マジークは完全に沈黙してるわけ？例の動力封鎖か何かで。艦船の航行と通信は抑えられているわ。それに光線があった形跡もない。やはりセルダールや他の惑星と同じく動力機関に干渉されていると見ていいでしょう。それは少し変よ。まず疑問その1、どこで手に入れたのかわからないけど敵は動力機関を封鎖する手段を持っている。アジートもピコもこれで抑えられた。そうだったわよね。でもマジークの動力はほとんどが魔法だから同じ要領では抑えられないはずよ。魔風結界を張ろうにもアライアンスにはすでに魔法使いはいないみたいだし。確かにそのあたりは不明な点ではありますが、今回相手が使っているのはそもそもが出生もわからぬ未知のテクノロジー。魔法動力を抑えることもあるいはできるのかもしれません。なるほどね。
確かにその可能性も否定はしないわ。でも不審なことはもう一つあるの。マジークって言ったら魔法使いの聖地。優秀な魔女がわんさか住んでるのよ。見かけ上は結構なおばあちゃんも多いけど、血の気は結構多かったりしてね。そうか、中には相当強い人だって。ええ、この魔女たちが頭の上を制圧されていつまでも黙ってるとは思えないわ。ジュニエブルに勝てないまでも普通なら何かしらのアクションを起こしているはず。光線の痕跡が全くないというのは妙なのよ。ねえ館長さん、私偵察に出ちゃダメかしら。え、あなたが？ダメ元でちょっと様子を探ってみたいのよ。敵に見つかったらすぐに逃げ帰ってくるわ。そうね、このままじゃ作戦の立てようもないし、でも逃げると言っても簡単じゃないわ。かなり危険よ。それは承知の上よ。白波、付き合ってくれる？ああ、もちろん一緒に行くよ。合体すればいざって時の逃げ足も速くなるからね。サンキュー、助かるわ。だったら僕も補助につこう。ホーリーブラッドならついていける。万が一逃げることになったらその時は僕がか乱しよう。そう？それじゃああんたにもお願いしようかしら。いいかしら、ナッツミルク。3人とも何よりも安全確保を第一に。無茶はしないこと。いいわね。了解。よろしく頼むわ、マティウス。ああ、よろしくテキーラ。遠距離スキャンしただけでも無人艦がまんべんなくいるわね。こんな数と正面からぶつかったら死ぬわ。どうしたもんかしらね。この辺りはまだ遮蔽物になる小惑星も少しはあるけど、惑星マジークの近くには簡単には近づけそうにないね。クロノストリング反応を検出されたら僕らだってことは一目瞭然だ。くれぐれも敵艦のセンサーの範囲には踏み込まないようにしないと。そうは言ってももうちょっと近づかないと魔法が使われてるかどうかもわかんないわ。そうか、じゃあ何とかするしかないな。できるの？うまくセンサーから外れたところを縫うように飛べばあと少しは接近できるはずだよ。そっちはホーリーブラッドをオートトレースすればいい。ついてきて。オーケー。おお、さすがね。いつ見てもこの操縦テクニックはすごいとしか言いようがないな。配属以来役に立つシチュエーションが多くて嬉しいね。あら、あんたもそんな口を聞いたりするのね。なんだか意外だわ。どう？もしかしてロゼルとテキーラってまだあんまり話したことないんじゃない？そうだね。テキーラはいつも戦闘の前に出てくるから話す機会は限られてるな。そう？まあ私にはあの子の記憶が受け継がれてるし、あんたのことはある程度分かってたつもりだったんだけどね。ああ、それもそうか。テキーラ、少し立ち入ったことを尋ねてもいいかな？いいけど何でも答えるとは限んないわよ。あの子の時の3サイズは変わるのかとか、そんなのは無視。いや、それは聞かないよ。冗談なんですけど。微妙。テキーラとカルーガ、一つの体に宿る二つの人格は一人と考えるべきなのか、元の心は一つだったりする。確かに立ち入った質問ね。真面目に答えるなら、私はあの子に代わって魔法を使うために生み出された人格よ。生まれたての私はあの子の心の裏返しでしかなかったから、二人で一人だったと考えるのがしっくりくるでしょうね。でもあれからずいぶん時間が経ったわ。私にはあの子の記憶があるけど、私の記憶は私だけのもの。そうなると二つの心は違っていくわ。別の思い出が積み重なっている。それはつまり今は二人になったということ？そうね。記憶や人格といった意味では私たちはもう確実に二人。でも互いが支え合って生きているのも事実だから、
そういう意味では未だ一人ということもできるわ。なるほど、難しいね。でもありがとう、少しは理解できたよ。どういたしまして。ストレートな質問って嫌いじゃないわ。マテウス、ストップ。これは多分これは魔風結界の一種ね。でもこんな屈式は見たことない。テキーラ？大丈夫よ。私の中の魔力に少し干渉してきただけ。なるほどね。これがマジークの周りにあって魔女たちを封じ込めているってわけ。この距離でこの干渉力、手も足も出ないわけだわ。どうするんだ？魔風結界には必ず急所があるはず。そこをつけば結界は破られるわ。ただこのタイプの屈式は私にはわからない。あの子じゃないと。スペルキャスターのセッティングをあの子に切り替えるわ。え、ここで？ええ、カルーアに戻る。それであの屈式を叩き込ませるわ。白波、あの子に結界を確かめさせて。了解。ここはあれ、私どうして。カルーア、あの結界を見てくれ。結界、あれはなんてまがまがしい。屈式を覚えたら離脱しよう。さすがに長時間ここに留まるのは危険だ。カルーア、もう覚えた？はい、大丈夫です。あの人の意図は分かりましたから。よし、ルクシオールに戻って報告しよう。ロゼル、先導頼む。了解。ジュニエーブル様、カルバズス様とベネディクタイン様より通信の要請が入っております。いいや、切っちゃって。どうせ泣き言に付き合わされるだけだし、こっちは今忙しいからね。はっ。あの二人、まだ自分たちに鍵を得るチャンスがあると思ってるのかな。僕の敗北を夢見てたり、そんな可能性にかけちゃったりしてるのかな。ナンセンス。脳みそ筋肉男に小心者のご老人。君らと僕が対等なわけないだろう。魔風結界はマジークの魔女たちを封じ込めるだけじゃない。吸い取った魔力は僕の艦隊の守備力に転化されるんだ。通常の倍近い防御性能を得た大艦隊を相手にしてルクシオールに勝機はない。チェックメイト。鍵を手にするのはこの僕さ。カルーアさんの分析で相手の魔風結界の特徴とその弱点が判明したわ。狙うはただ1点、その弱点よ。わかりやすくていいぜ。ああ、今までの戦いに比べればまだ勝機がある。そうですね、やりましょう。希望はあります。フォローならお任せください。それじゃあナノナノは守備をお任せなのだ。責任重大ね。でもやってやるわよ。よし、みんな行くぞ。ご武運を。夏目、もしかして見送りに？あらあら、いざよ言ったら可愛いとこあるじゃない。そんなわけなかろう。たまたま散歩に出ただけじゃ。とにかく帰ってくるのじゃ。ジュニエブルをへこましてこい。うん、公女のお叱りを届けてくるよ。約束じゃぞ。無事に戻ってこい。あ、必ず。戦いが終わったらケーキでも焼くよ。楽しみにしておる。甘くしての。
いいわね。頼むよテキーラ。任せなさい。理論的にはバッチリだからね。ルクショールより紋章機の発信を確認。どっちに向かってる？当館に向かってまっすぐと。いや、方向を変えました。当館から見て2時方向に転身。ってことはあれに気づいたんだ。エンジェル隊の中に魔女がいるのは調査済み、あるいはバレるかもと思ってたけど、やるね。でもたとえ急所が分かったとしても君らにこの結界は破れはしないよ。全艦隊2時の方向に転身。紋章機への包囲を狭めよ。ゆっくりと押し包み殲滅する。夏目、君はきっとルクシオールを降りてないんだろうな。さよならだ。そろそろかな。あの子の計算通りなら、あんたはあれよ。この印が魔風結界の鍵になっているはず。私がこれを何とかすればカウンター魔法で印を消すわ。みんなその間スペルキャスターを守って。了解。リコ大丈夫？はい。でも全然攻撃が通りません。すごい数が押し寄せてくるぞ。このままでは NG だ。なんだこいつら、やたら勝て。リペアが追いつかないのだ。まずいのだ。このままではろくに持たない。急いでくれ。急いでテキーラ。みんなが守ってられるのも限界が。ダメ。なんてこと。印が解けない。相手の魔力の方が上手だわ。なんだって。何度唱えても弾かれる。こんな強固な印は初めてよ。まずい。失敗なのか。ジュニエブル様、敵紋章機を包囲いたしました。それでいい。エンジェル隊、君たちは急所を見つけた。そこまではよくできたと褒めてあげるよ。でもその急所は君らごときの力で壊せる代物じゃない。壊されることのない急所。それを世間で何て言うか知ってるかい？おとりさ。カズヤ、これは罠だ。ジュニエブルは僕らにこれが壊せないことを知っていたんだ。周囲を囲まれる。脱出するんだ。いや NG だ。すでに突破できるような隙はない。こっちもダメです。どこも敵の戦艦でいっぱいです。完全に囲まれたのだ。ちくしょう。ここまでなのか。そんな、この印さえ壊せればなんとかなるかもしれないのに。テキーラ、どうしたの？
ーラが悲鳴を上げて。悲鳴？とにかく早く紋章機のセッティングをカルーアに変更して。それはもう終わりましたけれども、困りましたわ。悲鳴を上げたということは、おそらく相手の魔力に負けてしまったということ。精神面のカウンターダメージを受けて、強制的に私に変わってしまったのですわ。なんだって？やはりあの人の意識は眠っています。今あの人は気を失っている状態ですわ。気を失っているだけ？テキーラも一応は無事なんだね。ええ、でもすぐには変身できません。まずいな。テキーラが戦闘不能じゃ意味を解くことができない。マナガ、もう限界だ。お願い、早く。カルーア、君自身は無事なんだね。ええ、私にはダメージは来てません。お願いだ、この印君が解いてくれ。私が？テキーラが気を失っているなら今この場で魔法が使えるのは君しかいない。お願いだカルーア。そんな、私には。カルーア、みんなを助けて。テキーラもそれを望んでる。宿りし悪しき魂、今こそ我が導きに従えて正しき道を行け。ビヘネンス。なんだこの反応は。魔風結界が反転する？バカな。あの印を破るなんてありえない。あの禁術をも超える魔力の持ち主なんてそんな人間がいるわけが。これは押さえつけていた魔女どもの力。まずい、これじゃ形勢が。こんな僕までもがこんなことって、そんなバカな。すごい。テキーラですら解けなかった印をほんの一瞬で。カルーア。はい、自分でも驚きましたわ。なんだかうまくいったみたいです。おい、やったな。こいつら急にヤワになったぜ。攻撃が通用します。よし、反転攻勢だ。敵紋章機周辺次々とやられていきます。ルクショールが本艦方向に動き出しました。現在距離2万。まだだ。僕はあの二人のバカとは違う。視力を呼び戻せ。立て直すんだ。まだ勝つでは負けていない。全軍ルクシオールだけを狙え。みんな作戦は成功よ。テキーラさん、よくやってくれたわ。はい、一生分の運を使った気がしますわ。え、カルーアさん？ちょっと待て、今の声はカルーアか？マジョラム少尉、いつの間に。テキーラじゃないのだ。ご心配なく、細かいご説明は後でいたしますわ。それじゃあここからが仕上げよ。みんなデータを転送するわ。これが現在のミッションエリアのスキャン結果よ。ルクシオールはこの位置、エンジェル隊の現在位置はここ、そしてここにジュニエブルの乗る機関、これらがそばに残っている無人艦です。戦える数ではあるけどまだ少なくはないわ。ミッション目標は敵機関の撃退。カルーア、本当に大丈夫かい？あの人に代わろうにミモレットちゃんを置いてきてしまいましたし。それもそうか。それに今はなんだかこのま
ままいけそうな気がするんです。分かった。僕もフォローするから無理はしないで。はい、ありがとうございます。よしみんな、目標はジュニエブル艦だ。一気に行くぞ。了解。マジョラム少尉のおかげで魔法の防護壁も消えた。これでようやく戦える。リペアも完璧なのだ。みんな全力で行くのだ。うっしゃ、落としまくってやる。ホーリーブラッドも準備万端だよ。それにしてもカルワーさんと一緒に戦うなんてなんだか新鮮ですね。はい、新参者ですがよろしくお願いします。よしみんな、これが三公爵の最後の一人。必ず勝つぞ。皆の者、聞こえるか。夏目。よいか。勝って必ず勝って帰ってくるのじゃ。よいな。了解。私が一人前の魔女になったらあの人は本当に喜んでくれるのでしょうか。驚いたわ。カルワーさんが先頭に出るなんて。パーフェクトだ。これより攻撃優勢。調子がいい。成功。攻撃成功。敵にダメージを与えた。次で決めよう。痛いのだ。回避成功。ちょっとギリギリでした。沈黙ですわ。全弾回避。上々だ。敵発見なの。センサーに敵影確認。命中したと思ったんだけどな。よかった。攻撃当たりです。攻撃成功。軽いものだ。チェア。目標撃破。目標撃墜です。サーチ終了。敵を命中したぜ。この程度の回避は余裕だな。よっしゃ、倒した。当たったみたいなのだ。センサーに敵影捕捉。逃しはしない。なんとか直撃だけは避けられたが。攻撃を受けました。力が湧いてきました。タキオさん、今です。攻撃成功。一石今当てる。やっつけました。ヘキサクロス。よし、撃沈だ。ブレイク。はい。敵を捉えた。攻撃に向かう。了解しました。当たりなのだ。はいよ。当たったのだ。直撃だけは避けられたが。ホーリーブラッドエネルギー半減。残念だね、当たってないよ。もらった。攻撃成功。軽いものだ。分かったのだ。エネルギーあと半分ですわ。敵発見。行きます。敵に当たったのだ。了解。攻撃に成功した。任せろ。ダイバー。承知したわ。隊長、自己判断で補給に戻るぞ。オッケーなのだ。はい、回避成功。はいよ。ちょっとギリギリでした。ハイパーブラスター。この程度の反応読めぬ私ではない。目標の破壊に成功。2番機敵を発見。すぐに攻撃に向かう。イーグルゲイザー了解。これで一安心だ。当たるものか。了解した。また行ってくるぜ。了解。わかった。攻撃成功。軽いものだ。必死だね君たち。助けて。エネルギー。僕は守り回復。
攻撃成功。次も当てる。当たったな。ホーリーブラッド了解。とどめは刺し損ねたか。よっしゃ倒した。キラーリ回避。発見。攻撃を回避しました。あれあれ、お得意の回避はどうしたのかな。甘いよ、そんな動きじゃかわせやしないさ。この程度やるじゃないか。前座2人を倒しただけのことはエクサクロスブレイク。ざっとこんなものさ。僕がこんな簡単に負けるなんて嘘でしょ。いや、まだチャンスはある。まだセルダールがあるじゃないか。まだゲームオーバーじゃない。敵機関退却を開始。残存する無人艦も全て沈黙しています。みんな素晴らしい戦いだったわ。ありがとう。はい、エンジェル隊これより祈祷します。やったねカルーア。作戦は成功だ。カルーアさん、びっくりしちゃいました。どうなることかと思ったが。ああ、さすがに人生終わったかと思ったぜ。またカルーアに助けられたのだ。そう、よかったですわ。早くブリッジに参りましょう。カルーアさん、なんだかあまり嬉しそうじゃありませんね。何か気にかかることがあるのだろうか。エンジェル隊一同帰還しました。みんな任務ご苦労様。大勝利よ。カルーアさんも本当に。それに夏目さんの応援も。夏目、和也、みんな。夏目、聞こえたよ。応援ありがとう。ふむ、よくぞ勝ってくれた。もしそちたちがジュニエブルの手にかかっておったなら、わらわは。夏目、約束は守ったよ。みんなで帰ってきた。だから笑ってね。姫。艦長殿、そちにも世話になったの。いいえ夏目さん、あなたの応援がエンジェル隊のみんなの力になったわ。そういえばまたブリッジに立ち入らせてもらっておったの。今もそうじゃ。すまん、つい当たり前のように。わらわは失礼する。構わないわ。私たちはあなたを敵軍の人間だとは思っていません。というよりアームズアライアンスと敵対状態にあると考えていないの。それはどういう。艦長、マジーク魔法院のキャラウェイ代表より通信要請です。お師匠様から繋いでちょうだい。ナッツミルク艦長、まずは機関の奮戦に深い感謝と尊敬の意を捧げます。キャラウェイ氏、ご無沙汰をしています。艦長就任の祝いより先に戦勝祝いが来るとは複雑なものですね。マジークの機能は全て回復しました。多少の混乱はありますが、すぐ静まるでしょう。大きな被害がないようで安心しました。積もる話はありますが、それはまた後ほど。本題に移りましょう。はい、いくつか伺いたいことがあります。まずは最高位魔女のあなた方の魔力をも封じていたあの結界についてですが。驚きました。アライアンスにあのようなものが伝わっていようとは。
あれははるか昔、時空神が起こる以前にマジークを支配した悪しき魔法使い、当時のセルダール騎士団に敗れるまで暴虐の限りを尽くしたという古の妖術師の術です。辺境の果てに放逐され、行方知れずになったと記録されていましたが、どうやらその血はハチェット公一族に潜み、脈々と受け継がれていたようですね。なんじゃと、ジュニエブルが魔法使い、しかも他ならぬイザヨイ家が滅ぼしたはずの邪悪なる妖術師を継ぐものじゃと。ではわらわはずっとたばかられて、いや、イザヨイ公爵家が愚かにも代々。夏目さん。キャラウェイ氏、これはやはり直接お話を伺う必要がありそうです。そうですね。彼はまだ完全に敗北したわけではありません。それにルクシオールにも補給が必要です。ぜひ帰港の際に。ええ、最優先で会談を設けましょう。さてと、それからカルーア。はい、お久しぶりです、お師匠様。カルーア、緊張してる？魔法の鍛錬は怠りなくやっていますか？テキーラに任せきりではないでしょうね。もちろんですけど、やはり私は実技はあまり。怒られちゃう。カルーア、やっと一人前になりましたね。あの結界を破り力を反転させたのはあなただとすぐに分かりました。いつかあなたが自分の才能に目覚めてくれると私は信じていましたよ。よくやりましたね、カルーア。おや、せっかく褒めてあげたというのに何ですかその不満そうな顔は。いえ、そんな。あなたには自覚がないのかもしれないけれど、心の底で恐れていること、私には分かっていますよ。マジーク解放のご褒美として教えてあげましょう、カルーアとテキーラ。あなたたち二人の魔女としての役割の違いについて。私とあの人の魔女としての役割。そう、あなたたちはそれぞれが理論と実践のために分かれていると考えているのでしょうけれど、それは間違いですよ、カルーア。あなたが過去にとらわれ、結果的にそのような分担になっただけ。トラウマが解消した今、二人は違った意味でお互いを補い合うことができるのです。違った意味ですか？魔法使いにもさまざまな特徴があるでしょう。瞬発力に長けたもの、持続力に長けたもの、こういった偏りは本人の努力次第である程度補正することができますが、やはり持って生まれた才能、おのずと限界はあるものです。だけどもカルーア、あなたはその限界を超える術を持っています。それは二つの人格が互いの魔力を補い合うこと。互いの魔力を補い合う。あの人と私とは魔法の方向性が違うということですの？ええ、そうですよ。
それこそが私が一なる二者の名を送った本当の理由。お互いが魔法を用い補い合ってこそこの名は真実のものとなります。ですからあなたが魔法を使ったとしてもテキーラの存在を脅かすことにはなりません。むしろ逆。テキーラだけではなくあなたも魔法を使うことにより初めてあなたたちは魔女としてさらなる高みを目指すことができるようになるのです。それはどちらが欠けてもなし得ないこと。そしてもちろん他の誰にも。私が魔法を使うことであの人もまた魔女としてさらに上を目指せる。そんなこと考えたこともありませんでした。ならばこれから考えてゆくといいでしょう。期待していますよ。あなたたちがいずれマジークを背負う存在になることを。はい、お師匠様ありがとうございます。私もっともっと精進いたします。怒られてばかりだった私ですが、もっとお師匠様に褒めていただけるように、そしてあの人の期待にも応えられるように。よろしい。よかった。これならテキーラがいなくなるなんてこともないな。よかったねカルーア、本当に。魔法王国のお姫様みたくキラキラな暮らしがしたいわ。ほうきに乗って空を飛んだり、どれもが楽しそうじゃない。そんな夢みたいつももっとまとめを見るの。ステーキ振ってみましょう。I need I want so happy。 マジカルマジックマジカルマジック、ミラクルを秘めた遥かな星。占い心をくすぐる世界は魅力的なのよとマジパラダイははは。ざまあみろ貴様ら、偉そうにしておいて負けたではないか。それは聞こうとて同じこと。まったく3人が3人とも敗北だなんて。ねえ君たち、古今東西悪役はなぜ負けるんだと思う？何？なぜだ？それはね、悪の幹部同士仲良くしないからだよ。なるほど、一理ある。では次は3人仲良くタッグを組み一気にルクシオールを叩き潰す。それはいい、心強い限りだわ。うわはははは。バカ、絶対に出し抜いてみせる。一番手柄はこのわしよ。次回ギャラクシーエンジェル2無限回廊の鍵第7章大麻の剣。2人ともせいぜい僕の手で踊っておくれ。